VMAX1200 デジタル水温計取り付け編です。もともと水温計は装備されているけど、刻々と変化する温度変化を詳細にデジタル数値で把握したい。最後までゆっくりしていってね。毎日暑い日が続き、今年は異常です。屋外での作業は本当に命がけです。皆さんも十分お気をつけください。暑くて辛いけど意を決して開始します。冷却計が通っている右側を開けています。もともと水温計はついているけれど、だいたい高いか低いかだけの表示、それで十分なのかもしれないけれど、各センサーやサーモスタットの動きをデジタル数値で的確に把握したい。高素デジタルミニメーター水温計、同じものを小マジで10年使っています。今回はこの 18mm アダプター付きを選択。温度センサーを組み込んでこの位置に割り込ませます。他のセンサー類に近い場所が理想的。できるだけ近くでホースをカット。試しに測ってみましょう。確かに外径 18mm のパイプです。車体側のホースをカットします。ホースバンドの部分を考慮して適切な位置を決めなければなりません。ホースを切るので水位を下げます。下から冷却水を少しだけ抜きます。一番上のホースの分だけで十分です。これくらいで締めます。忘れないように今のうちに本締め。さてどうかな。狙い通りです。ホースバンドを後ろに移動しておきます。貼り付いているので離します。付属のアダプターを入れてみます。 18mm だと少し緩い感じです。車体側はいくつだったのか。 20mm。 バンドを強めに締めてやってみます。アダプターをセットしたと仮定してカットすべき寸法を測ってみます。ホースを戻して印をつけます。寸法は 42mm でした。印のところをカッターで切断。ホースも交代できる余裕があります。このままアダプターも入りそうです。ホースバンドを元の位置に戻します。水
水温計付属のバンドをセットします。もしも漏れるようだったらやり直します。引っかかって動きが良くないので浸透潤滑剤を吹いておきました。強めに締めたので多分大丈夫です。水温センサーをここに挿します。漏れそうですがこのままやってみます。もしも漏れるようなら対策します。配線コネクターを接続。曲線があるので間違い防止のため金具の位置が合わないと入りません。取り回しを考えながら配線を整理。カバーをつけようとしたら問題発生。センサーとバンドに当たっています。カットします。よし、OK。ダミーダクトカバーも戻してみます。センサー側の取り付けはほぼ完了です。続いて電光表示のための配線です。以前の動画でつけた電源取り出しリレー、このシステムを利用します。わかりやすくするため並べています。取り出したいプラスとマイナス線それぞれに Y 字型接続端子で分岐してあります。こことここにつなぎます。箱の中身を見てみましょう。電光メーター本体と割り込み端子、ステーも入っていました。ケーブルの先端は導線がむき出しです。プラスマイナスそれぞれにギボシ端子をつけます。割り込み端子は使いたくないのでギボシのオスに加工します。できました。リレーから出ている黄色の線プラスに水温計の赤い線プラスを接続。リレーから出ている黒い線マイナスに
の黒い線マイナスを接続。電源を入れてみましょう。無事点灯しました。温度センサーからの信号をつなぎます。37度なのでほぼ外気温です。よし、OK。配線を収納していきます。断線や端子の緩みを確認しながら、無理をかけないように気をつけて。こんな感じになりました。この太い線は以前つけたブースターです。デジタル水温計のセンサー周り。再度プラス端子に緩みがないか確認。エンジンが途中で止まる羽目になります。水温計電光側の配線です。ダミーダクトカバーを戻しています。冷却水が減りすぎたので補充。ワコーズさんのヒートブロックプラス。よし、OK。配線を挟まないように気をつけて。ダミータンクカバーとシートをセット。水温センサー配線と電光配線の2系統。つないだ状態で設置場所を決めます。配線の長さと見えやすさを考慮。しかし次回の企画の撮影で純正と一緒にカメラに収めたいので、とりあえず同時に映るように近くに仮設することにしました。付属のステーは大きかったので手持ちの適当なステーを使いました。両面テープで貼り付けます。大体の見当で真ん中にハンドルに干渉しない場所を探ります。少し当たったので奥に下げます。よし、OK。配線を取り回して収納。こんな感じになりました。電源を入れてみましょう。36度。
冷却水はまだ入っていません。外気温度と同じです。冷却水を戻します。エンジン始動します。止まらない程度にチョークを戻します。軽くエア抜き作業をします。膨張してきて溢れそうなので吸い取ります。一段高い規定レベルまで来たのでキャップを閉めます。水で洗い流しておきます。水気を拭き取ってしばらく暖気、センサーからの漏れを確認します。わかりにくいですが、やはりセンサーから若干のにじみあり、外してやり直します。水漏れシールテープを巻きます。センサー先端から少し下げて巻き始め、時計回りで2周くらい巻きました。ちょっと緩いので巻きを追加します。さらに根元に厚く2周追加しました。もうちょっと巻いてもよかったかも。とりあえずやってみます。配線をつないで、冷却水を補充して、キャップを閉めてカバーを戻して、それではエンジンをかけてみます。2分が経過しました。水温計は一目盛りを指しています。そしてその時の温度は65度。にじみも止まったようです。これからこの水温計を活用していろいろ比較検証していこうと思います。その他伝送品も異常なし。まもなく70度になります。また見てね。最
最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。